トランプ大統領は6年ぶりに訪日されました。私の視点、アメリカにいる日本大好きなものとして遠くから見て自分の意見、自分の見方などについて本日説明させてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。Air Force One は空から降りてきて羽田空港に到着からのスタートでしたよね。なんか考えるだけで、この動画を見るだけで、なんか変なのかわかんないんだけど、私だけじゃないと思うんだけど、鳥肌が立ちます。バリバリプライドを感じます。アメリカ人としてのプライドはもちろんそうなんだけど、自分は大好きな日本に、アメリカの大統領、こういうふうに羽田空港に到着されて、いろいろな日本人の一般人からの視点とかの動画も見て、なんかすごいプライドが溢れるところは普通だと思いたいんですが、いかがでしょうか、その気持ちは。本当にもうすごいかっこいいな、いいな、もう鳥肌が立ちます。羽田空港からマリンワンに乗って、夜になってくる東京タワー、スカイツリー、東京都庁まで赤、白、青、正常期の色にしてくださった日本人に、アメリカ人たった一人かもしれないんだけど、感謝しかありません。素晴らしい迎え方をしてくださって、誠にありがとうございます。たった一人のアメリカ人からなんですが、アメリカの大統領そこまで素晴らしい歓迎見て感謝しかありません。ありがとうございます。そこからビーストに乗り換えて、東京を走って、その盤面も、なんか車好きという部分はあるんだけど、なんか、かっこいいな。アメリカの大統領が東京で走ってることがもちろんかっこいいんだけど、日本の警察の動き、日本の歓迎の仕方、日本らしいおもてなしの仕方とかも現れる動画がいっぱい出てきて、鳥肌ですよね。鳥肌が立ちます。それも。そっから日本の天皇陛下とトランプ大統領の会談。車を降りてからお迎えになられた天皇陛下との握手。トランプの手はその上に肩にも乗せたり、それするのはリスペクトのことを示している。トランプスタイルですが、バリバリリスペクトをしている、尊敬していることを示していること。それもすごい、なんか泣きそうになった場面。鳥肌が立った場面も相次ぎにもあって、それは今の場面はその中の一つです。会談を終えられた後のご挨拶。日本人の見方もいろいろあると思いますが、グレートマン。このご挨拶に賛否もいろいろあるかもしれませんが、私の視点、私から見た視点、私は知ってるトランプ大統領のこれをリスペクトのことです。グレートマンということに非常にリスペクトがあって、非常にリスペクトフルな、もう尊敬のあるご挨拶として私は見ております。そこからマレーシアから帰ってきたばっかりの高市総理大臣との対談。ところで、マレーシアの映像も見ました。私は日本人じゃないのに、この映像を見ると、すごいなんか、また鳥肌の話も繰り返しあるんだけど、鳥肌が立ちました。リーダーらしさがある。飛行機から降りて、レッドカーペットを歩いた高市総理大臣。なんかプライド、日本国が戻ってきたようなことも、日本人じゃないのに、それ感じたことがあります。かっこいい場面ですね、これは。トランプ大統領と一緒になった高市総理大臣。温かい挨拶と、すごい最初からなんか二人が、なんかいい付き合いができそうな感じになって素晴らしいなと感じました。特に本当に涙ぐらいがもう出るほどの場面はこの場面になります。
大統領、高市総理大臣、両国のリーダー、両国の国家、日本の自衛隊の音楽隊だろうと思うんですが、素晴らしいパフォーマンス、素晴らしいリスペクト、見て、本当にもう涙がもう出るところだったんですよね。そこからマリーンワンに乗って横須賀基地のジョージ・ウォシントンに着陸して、そこからの登場、そしてアメリカの軍人さんの前の高市総理大臣のご紹介と、彼女の笑顔と元気さと手の上げると、もう自分もすごい笑顔になりました。初女性総理として紹介された時のアメリカの軍人さんのリアクションが素晴らしくなかったんですか？笑顔になりますよね。ますますプライドありますよね。アメリカの軍人さんもそこにいて日本の総理大臣、今の総理大臣を尊敬できることも強く感じました。首脳会談の前にドジャーズの試合、日本とアメリカといえば今ドジャーズですよね。大谷選手、山本選手も頑張ってて、アメリカの中でもう日本人のスピリッツをアメリカにそれすごい大きな影響を与えてるお二人。そしてドジャーズは頑張ってワールドシリーズまで。それで首脳会談とアメリカのリーダーと日本のリーダーが一緒に試合を見ようということは、なんかね、余計なことかもしれない。意味があるかという思われることもあるかもしれないんだけど、私に言わせてもらえれば、こう思います。どんな外交でも、リーダーシップ、リーダーたちの付き合い、リレーションシップ、これはね、仲良くできるかできないか。そこにいろいろあると思いますよ。トランプスタイルといえばまさにそういうスタイルなんですよ。付き合いから生まれること。安倍、心臓と、もう下の名前で呼んでるトランプは、安倍元総理大臣のことを大好きだったトランプ。以前から高市さんのことを言ってたらしいんですよね。それで今回、総理大臣になった高市さんに会って、最初からその安倍さんのコネクションが当然にあるんだけど、そこから彼女に会って、どういうタイプ、どういう人、どういうリーダーになるのか、安心したっていうか、もっと尊敬できたっていうことになったと思いますよ。これは付き合いです。そこから彼女のアプローチと、まっすぐに立つ日本人としてのプライドと、初女性ということもあって、お二人の姿を見ると、手をつないだり、腕で一緒に歩いたり、あったばかりなのに、その付き合いができることが、外交にも、お互いの国のウィンウィンにも、日米関係の数年前からちょっといろいろおかしくなったところもあったかもしれないんだけど、トランプは日本のこと、高市総理大臣のこともバリバリ尊敬していることが感じました。ますますそれを見て、鳥肌が立って涙が出てきたんですよね。素晴らしい訪日だったっていろいろな意味で、世界のためにも、対中国にも、お互いに日米関係をこれからのためにも、そしてこれから多分いろいろウィンウィンの形で交渉がうまくお互いにできるんじゃないかと思います。強い高市総理大臣、強いトランプ。意見で合わないことがあるんだけど、付き合いがリレーションシップって今回できた、その関係がある限りは、いろいろウィンウィンでいけるんじゃないかと私は強く感じております。日本人の皆さんに本当に感謝のメッセージをお送りしたいと思います。アメリカの大統領、ここまで歓迎してくださって誠にありがとうございました。スティーブ的店のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今年7月に、初本を出版しました。首脳会談にちょうどタイムリーかもしれないんですよね。
アメリカでトランプ大統領は最初の政権の時から今もそうなんだけど戦っているディープステートのこと。そしてこれからの日本とアメリカのために何をすればいいのか。あくまでも私は専門家とか何もないんですが、国の愛を持っている日本も大好きなものとして書かせていただいた本です。Amazon にありますので、まだ手に入れられてない方がいれば、ぜひ、この QR コードに行って、Amazon Japan でご購入ください。トランプスタイルに慣れてない方もいっぱいいるかもしれません。トランプの訪日を見て、って、ね、批判もあるかもしれない。それは当たり前ですね。誰から見てるのか。アメリカのマスゴミも批判している一部はあるんだけど、ほとんどは大成功だったと。素晴らしい訪日だった。日本から桜をいただくこと。東京の中のいろんな有名なところは正常期の色にするとか、完全にリスペクトしていただいたことを、もうトランプ大統領、アメリカ人も本当に感謝しているアメリカ人がほとんどだと思います。トランプスタイルといえば、これから他の国、他の首脳会談とかでいろいろあるので、日本で起きたいろいろ、彼の表情とボディラングエージを見て、この後、以外のところの彼をぜひ見てください。比べてみてください。どんだけ高市総理大臣と、どんだけ日本のことを尊敬していることがよく伝われると思います。スティーブ的視点のグッズも日本に、あります、オリジナルグッズなので、steve'spov.jp に T シャツ、キャップ、ステッカーなどいろいろあるので、よろしかったら、チェックしてみてください。日本国内から注文いただいてからすぐ発送させていただきますので、よろしくお願いいたします。このキャップに、これオリジナルグッズなんですけど、日米、アメリカと日本の関係が非常に大切な付き合いだと思います。いろいろな意味で、これからのために、いろいろな面で日米関係が強くなることが必要だと思いますので、タフな高市総理大臣、タフなトランプ大統領、全部 100% スムーズにいくと限れないんですが、二人はね、国愛があって、プライドを持って、頑張ればいいことがいろいろお互いの国に、アメリカと日本にいいことがあるんじゃないかと思います。日々、前進、前向きに、笑顔とサムズアップでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。では次回まで失礼いたします。